どうもこんにちは、川勝の健です。今日は皆さんにご紹介したいものがあります。こちらです。こんにちは。なかなかこんな車まず見たことないっていう。この車ちょっと紹介したいと思います。今日、革靴の件なのになんで車紹介するのって話なんですけどこの車はですね、バーキン7という車で、国としては南アフリカというね、南アフリカ製の車あるのって感じなんですけど、もともとイギリスのロータスっていうところの車なんですけど、そのロータスが作るのをやめると、このセブンっていう車をね。でそれで、販売を引き継いだような、あとはサードパーティー製みたいなところがいくつかあって、そのうちの一つバーキンっていう南アフリカで作られている車なんですよ。でなんでこんなのをね買っちゃったかというとそこですね、まず。僕はね、多分視聴者の方知ってくれてる方もいらっしゃると思うんですけど、結構車好きで、靴のデザインもねちょっと車を着想したりとか、ナンバー7の赤い靴はあれはもう完全に車をイメージして作ってるんですけど、車好きなんですよ、昔から。このスーパーセブンというね、愛称で親しまれてる車なんですけど、このスーパーセブンも憧れで、小さい時から小学生の頃からもう道路で見つけたらめちゃくちゃ嬉しかったし、いつか乗ってみたいななんて、ね、思ってたんですよ。ならもうだからその公道走ってるこの車を見たことがあるし、その記憶もあるっていう。もちろんこの車意外とね走ってんですよ。こんな見た目してて、こんなの乗ってみたい、来たら見たい、やばいでしょ。だからなんか分からないけどこういうような形の車に乗ってるような人を見て、すごい車乗ってるなっていうふうに思ったことはあるけど、果たしてこの車かどうかはやっぱり分からないぐらいの認識だなって。そうだよね。みたいな。結構やっぱりこういう車買う人ってもうちょっと年齢層高めの人が多いと思うんですけど、僕はもうちょっと好きすぎて今回買っちゃったんですよ。でこの買っちゃったの、ただ買っちゃっただけじゃなくて、一応ね今回この車を買ってしまったというね、やらかしの理由、言い訳みたいなものの一つとして、今僕は八ヶ岳で靴作りをしてますけど、去年こっちに本格的に移住して、で、そこにあるんですけど、自分で工房を建設して、そして今靴作りをしてます。でこの八ヶ岳で靴作りをするっていう理由の一つが、なんか八ヶ岳のこの雰囲気も含めて、その靴を作るっていうだけじゃなくて、こういったなんか森の雰囲気とか、そこで靴を頼むなんか特別感みたいな体験みたいな、そういうところをやっぱねお客さんになんか提供したくて、やっぱりね今まで来てくれたお客さんが工房を見てすごい喜んでくれるから、そういうイメージの中に結構この車も最初からあって、だってこれさ、この八ヶ岳のさ森の中でこれに乗ってるってまずなんかすごくさ、いいじゃん。これは森に合うよなっていうのは正直思っちゃいましたね。そうでしょ。そういうイメージの中にこの車っていうのがあって、でもちろん大好きだし、欲しいなけどいつなんだろうなって、いつかだなとかって思ってた。でじゃあなんで今なのかっていう話なんですが、先日行われた靴作り世界選手権、ロンドンでね行われた大会で優勝することができまして、ありがとうございます。で優勝することができましての前に、優勝しようと目標を決めて靴作りをしてたんですよ、あの作品は。優勝するってもう心に決めてっていうね。そう、やっぱ出品するからには、優勝狙いに行きたいから、もちろんだからもう本当にそれを優勝してやるんだぞという目標でやってた。優勝したらじゃあこの車買ってやるぞというね、目標を立てたわけですよ。毎日自分にこの靴は優勝するんだって言い聞かせながら作ってたら、なんか優勝してる気がしてきてそれはでも相当もうその領域行き着くとこまで行ったみたいな。そう、だからもうそういうふうに思い込むように自分でしたっていうね。でそういうふうにやってて、車はやっぱりこれ中古車なので、出会いそんなに台数も多くないから、そもそも手に入れようと思ってもない場合が多いみたいな。だから探してたんですよ、その結果発表される前から。優勝するからね。したぞと思ってしてないんだけど、で探してたらやっぱ出会っちゃって、で先に見に行っとこうとかっていう軽い気持ちで行ったら、ちょっとやられちゃいまして、
実際にこの車を契約をしたのが発表前だったというね、ちょっとやっちまってるんですけど、実際納車されたのは結果発表された3日後とか4日後ぐらいだったので、タイムリーというか、そう喜びが一気に押し寄せてくる感じはだからまあこれで優勝してなかったらこの車なって思ったけど、よかったってね安心したっていうそう安心してこの車ちゃんとこう目標達成してこの車買う口実できたぞっていうね。でまあその優勝したらこの車を買いたいっていう話はまあ前から受けてて、で、まあ、突然そのある日、まあ、朝、まあ、毎回リモートで会議みたいなのしてるんですけど、そこで「いやもう俺そのもう優勝するからさもう買っちゃうと思うんだよね」って言われた時ん意味がどういうことだろうあれ優勝するからさってそういうもうそう思いたかったっていうだけなんだけど、優勝するからさの時点でまあまあでも確かにそのぐらいの気持ちでやってるもんなと思った後に来た言葉がなかなかに衝撃的だったので、どうかなっていうふうには最初はもちろん思ったんですけど、その彼からこの車っていうのがやっぱりそのなんて言うんでしょう、我々がまあ提供したい製品とかそういうものってやっぱ密接にやっぱ結びついてる部分が強くあって、そのコンセプト的にもなんかね我々の靴と合ってるのかなっていうのはすごい気はして、まあまあ二階堂はこんなこと言ってますけど、僕はもうただ単にもうね楽しいまあね、それが一番あれですよね。みんなに見てほしいなっていう、運転したいなっていう最近ワクワクしてるんですよ。でもそういうのってもしかしたら靴もそうなのかな。靴ね、まあ僕結構物が好きだから、まあ、昔からいろんなものが好きなんだけど、靴もその一部、まあ、車も結構同じだなっていう感じる部分はあって、例えばねこの車96年製なんですけど、まあ、30年前ヴィンテージカーですよね。我々と同じぐらい。そうそう、僕が2歳だった時で結構ねこういう車ってねほんと手がかかるんですよ。これねもう全然車の紹介する前に言っちゃうと、これ今ねこれ走れないんですよ今納車されて1週間ぐらいなんだけど、まあこれはね車屋さんが悪いとかじゃなくて、もうガタがいろんなところに来ちゃって修理しながら乗っていくっていう車なんだけど、これ見てください。これガソリンタンクなんですけど、ちょっと漏れちゃって走ってたら振動で少し亀裂が入ったっぽくて、でそれを今直そうと思ってこれ取り外したんですよ。もうせっかくならちょっといろいろ自分でやってみようと。だからそういうなんかケアこう手をかけていって自分、まあそれで愛着も湧いてったりするしっていうところが、靴をこう自分で磨いたりで靴修理をしてね、さらに愛着湧いたりとか、あと傷もいいよねとかっていうのがなんかこの物に対する愛みたいなのに似てるよなという気はするね。今後そういう車を直していく動画みたいなのをなんかどこかで上げてったりとかするのかな。そうだね、まあ、革靴の件は革靴のチャンネルだから、そうだね。このモリジンの方で、モリジンは今 DIY 的なまあ言ったら僕のサブチャンネルみたいな感じになってるので、森と暮らすっていうテーマ。そうだからそっちでちょっとちょこちょこねやっていけたらいいなとは、まあ、もちろんね靴結構忙しいから靴やりつつ気晴らし的にその休みの時間使っていじっていこうかなと。まあなんかその車と向き合う姿みたいなのを動画として配信していけたらなという。なんかいちいちさそういうなんか向き合う姿とかいいよねやっぱなんかそういうことをちゃんと考えていかなきゃいけないのかなみたいな、ね。まあ考える人なんで僕はその車いじりをしてなんかそういうアドバイスとかね動画やっててもらえたら嬉しいし、なんかそういうのをねみんなに見せて楽しんでもらえたら嬉しいよね。でこれ楽しんでもらえたらっていうのが、これ僕は車今でもそうなんだけどレアな車とか見るとなんかその日ねラッキーな気分なんだよね。なるほどね。わいいもの見たわ。実際ラッキーな出来事ではある、ね、そうでしょ、で700台限定みたいな車とか見るとさすごい世界の中でもレアだから、そういう車今日見れたなっていう。でやっぱりこのスーパーセブンも走ってたら嬉しい気分になる、なんかそういうなんか見てるだけで楽しいみたいなところもいいなと思って、でこの車はそのお客さん工房に来てくれるお客さんとかを送り迎えちょっとしたりとか、あともうこれ、ね、見るだけでも楽しいと思うから見てもらったりとか。ちょっと雨降ってる時とかは厳しい。そうだね、この車完全にオープンなんで屋根ないんで雨降ってたりね、あとはすごい風強かったりとか、そういう日はねバーッとそうだよね使えないんだけど、
靴以外この森を楽しんでもらうっていう一環でこの車も見てもらえたら嬉しいですね。ちなみにこの車はどこから納車したのか。これ横浜の車屋さんだったんで。それはこれで高速乗ってきたってこそうですよ。とそれこそ風すごくなかった。風すごかったね。そうだよね。まあでもねやっぱりこの車の特徴はその実際の速度に対しての体験する速度感が違うっていう、すごい速く感じるんですよ。なので80キロ以上ちょっと怖くて出さなかったね。まあでも絶対その方がいいよね、もちろんね。結構この時点で長くなっちゃってるんだけど、まだまだいっぱい話したいことあるのでいきます、はい、車ちょっとね解説していきますね。これボディがアルミです。これ銀色が映ってますね。これアルミでこのねフェンダーとかこの辺ね、ここだけ色がついてるんだけど、これ FRP ですね。ガラス繊維の強化樹脂。FRP って軽いんだけど、ぶつけたりしたら割れて終わりだから、そのパーツごと交換しなきゃいけない。修理が難しいとかね。だから軽くて頑丈で加工しやすい。そう加工しやすいというか造形が、ね、いろんなものが作れるっていう。でこれタイヤむき出しなんですよ。これがやっぱ最大の特徴だよね。車だけどバイクみたいな感じ。確かに。ここサスペンションがむき出しで、運転してるとこのタイヤの動きとかサスペンションの動きがめっちゃ見えるっていうね。このなんていうの可愛いよねこれ。なんだカエルとかカニとかヤドカリみたいな。確かに。目が大きくて。そう愛らしい見た目をしてる。かっこいいんだけどね。でこの色がねブリティッシュグリーンといって、これもともとそのロータスっていう、これ前のオーナーがねこれロータスってロゴ付け替えてるんだけど、これロータスじゃないですよ。でロータスっていう今もロータスあるけどイギリスの車だから、そのブリティッシュグリーン結構この車の配色では人気かな多分。なんかレースとかで各国の色が決められてた、なんかのレースでちょっとあんま詳しくないからないけど、なんかのレースでこの国ごとに色が決められてて、それでイギリスはこの緑だったから、結構イギリス車ってこのブリティッシュグリーンをテーマカラーにしてるの多いんだよね。でこれエンジンがこの前に乗ってて、こうマフラー出てて、このサイドね出してすごいよねこれ。普通マフラー後ろから出てきてサイド出しなんですよ。前シネマと一緒に行った筑波の宇宙の博物館みたいなとこにロケットのエンジンがあったんだけど、なんかそれをちょっと彷彿とさせるような、ロケットとか飛行機とかそういう系な雰囲気するね。なんかここら辺から見るとちょっとやっぱ航空機とか戦闘機とかそういう感じのイメージがあるような。でこの計器類もね、これも本当に戦闘機みたいでアナログのメーター類ついてるんで、これを見るとスター・ウォーズアナキンのねポッドレースね、その今まさにねこうやって僕機械ここいじってますけど、こういう感じとかなんかかっこいいよね。機械いじりの感じね。機械いじりもできる人になりたいなっていうね。でシートはねめちゃくちゃ狭いです。ただ意外と運転はしやすくて、で、ね、着座位置がねすごい低くてこの辺なんですよ。そうもう腰より頭低いかなぐらいの感じ。ってことはやっぱだから本当に他の車と全然その車走る時の視界が違う。そう視界が違う。なんか同じ道走っても全然違う道走ってるみたいな。すごい面白いんだよね。この出てるこの2つのこれは何なの？これキャブレターの吸気口で、キャブレターっていうのは何かっていうとね、僕もねこのセブンとかをしっかり調べるまではあんまり知らなかったんだけど、昔のガソリンのエンジンへの供給方法で、今はインジェクションっていうパソコンがこのエンジンへ燃料を供給する量とかタイミングとかなんかコントロールするんだけど、このキャブレターっていうのは結構アナログな方式で、空気のなんだろうな、引力じゃないな、なんか空気の流れを使ってエンジンにガソリンを送り込むんだよね。これはそのアナログな方とか昔の方法で、今はもうこのキャブレター使ってる車ってほぼないかな。まだそこは全然わかんないんだけど、こういうキャブレターを調整するっていうのが結構
こういうキャブ車のポイントらしくて。キャブ車っていうんだ。キャブ車かっこいいねなんかいいね業界用語っぽいね。でそこを調整するとエンジンの調子がね良くなったり悪くなったりとか、あと気温によってちょっと変えたりとか、標高によって変えたりとかっていういろんなね、そういう自分でできる、まあ言ったら自分でできる。逆に言うと正解がないというか。正解はあるね。あ、そうか。そうだね。だから車は個性それぞれだから、まあ、革が天然素材ですよみたいなのにちょっと近いかもしれない。工業製品なんだけどねこれは。でもなんかその昔の工業製品ってちょっとなんだブレがあるっていうかさ、今の工業製品みたいな完璧にコントロールされてないっていうところがこの車の個性になって、で、まあ、それが個体差だったりとか、まあ、いい悪いあると思うんだけど、なんかその壊れたら自分で直していく、補修して、まあ、保っていくみたいなのってなんかいいよね、そういうの。そうだよね。そう、なんかやっぱりそれをやることで物の愛着もより湧くのかなっていう。僕はその靴に対してそういう自分でやるっていうのももちろんあるし、まあ、そうやって愛着が湧いた靴を履いていった場所とか、なんかそれを履いてしたことっていうのは結構その靴と一緒に記憶に残ることが多くて。それはでもまさに車も同じだろう。そうそう、まさに車、まあ、靴もね、車も結局移動手段っていうことだと考えると、常にどこかに行くのに共にするみたいな、すごいなんか近いよね。でこれまあいろいろ前のオーナーがいじってるまあ現状販売で買ったんで、まあいろいろ純正とは違うところがあるんだけど、そうだね。でもね、何よりね、この乗った時の振動感とか音とか素晴らしいんだけど、なんせ今ぶっ壊れてるんだよね。いやもう僕も早く乗りたいんですけどねちょっと乗れ、まあ、座ることはできるけど動かないということでちょっと残念なんですけど、こういう車はそういうちょっとね、いろいろ直しながらやっていかなきゃいけないっていうのはしょうがないんだけど、まあ、靴と違ってさ、車の方がより危険だから、まあそう何かあったらだからよりこまめにチェックしていかないといけないね。でも靴もよりこうにあ、そうだねソールの減るタイミングとかさ、ヒールの減るタイミングちゃんと見て、あ、これ修理出した方がいいなっていうタイミングやっぱ出すべきだから、物をしっかり見る、ね、やっぱ本当なんか話せば話すほど近いな。そうだね。これはカーボンなのかな。そうだね、これカーボン。なんか前のオーナーが後付けでつけてるやつで、まあ、風の巻き込み防ぐとか、ここもともとないとここガラ空きだから。あ、ここガラ空きの状態なの。そうじゃあこれない状態で運転される人も結構。あ、もちろんもちろん。それが純正の状態。それこそ風の巻き込みがすごいんだよね。でもやっぱそっちの方がオープン感がより楽しめる。これはね、ちょっと取ろうか取らないかちょっと迷ってるところなんだけど。でもなんか昔こういうね感じのカーボンの財布結構使ってたよね。そうだね、カーボンの財布とか使ってたの中学生の。革じゃなくてカーボンだったよね。だからあれね、ランボルギーニの財布で。あ、そうなんだ。やっぱまあ好きなんだよね。いや、まあ当時から車好きだったけどね。確かにで、そういうやっぱ車に使われるこのカーボンの素材かっこいいなと思って、なんか自分のカーボンシート買って自分のいろんなもの貼ってみたりとかしてたね。そうだよね、やってたよね。懐かしい。これ本物のカーボン嬉しいよね。憧れの本当に車についてるやつっていう。で、このウィンドシールド、ここにもカーボンがあって、これまあ風よけなんだけど、窓じゃない風よけですね。これもカーボン、周りの人がつけてるんですよ。ここはなんか窓つけたいなみたいなのあったりするの？窓はねちょっとつけないとホロが全くつかない。これホロ屋根だね。あ、ソフトな屋根。はいはい。これ一応ホロの部品があるんだけど、この車にはもともとついてなくて、で今この窓がないからホロもつかない状態。でもホロないとさすがに突然雨降った時にどうにもならないから。ちょっとね、大雨降ってまあでもそれ言ったらコードバンみたいなもんよ。コードバンってやっぱ天気見て降水確率ちゃんと確認して絶対降らないって時にしか履かないみたいな。この車もそうだよね。確かに。だからこそその晴れてる時より特別に楽しめたりね。確かに。この車コードバンなんだ。自分で言って認識するってあるよね。この車でどこかいじりたいみたいな場所ってある？あるね。どこですか？まあ、そもそもボロだし壊れてるし、自分でなんかいろいろやりたいっていう気分になるんだけど、やっぱりね、革を触る身としてはこのシートをちょっと革張りしたいなとか、確かに型紙作って貼ってやるとか、あとこのホロー、今ホローつかない状態なんだけど、ホローをその雨よけじゃなくて日よけのためにホローを作りたいんだけど、それちょっと革でやるのもいいかな。めちゃくちゃいいねそれ。まあ、紫外線当たるからちょっと劣化が早いかもしれないけど、あとねもう一個ね、この後ろにね
この車めちゃくちゃ荷物乗らないんですよ。そうだよね、まあ荷物乗せる車じゃないからいいんだけど、ここをナンバープレートのここのなんかステーみたいなの少し伸ばして、ここにトランクをね乗せるようにできる、まあ、自分でこういう乗せられるようなカスタムをするんだけど、そうやったらここになんか車の後ろにトランク、カーのトランクケースね、かっこいいなと思って。かっこいいね。そういういろいろね、なるほど。まあやってる時間全然ないんだけどそこがネックだね。ちょっと時間を見つけていろいろなんかやってより自分のものにしていきたいなっていう感じはありますね。なるほど。あとこれペダルがね見えづらいんだけど、まあ、当然マニュアルなので、はいはい、ここアクセルブレーキクラッチの3ペダルあるんですよ。めちゃくちゃ狭くて、普通の靴履いてると近づいてるペダルをね踏んじゃう、同時に。これだってクロックスとかね絶対無理だから結構こういう運転専用の車、もしくは靴脱いで運転しなきゃいけなくて。運転専用の車変だね運転専用の靴もう靴と車がごっちゃになっちゃって、でそのためにせっかくね靴職人なんだから、ドライビングシューズとか作りてえなっていうのがあるんですよ。でそのドライビングシューズを自分用だねまずはもちろんねちゃんと作って、こういう車好きな人、この車じゃなくてもいいけど普通の車でもドライビングシューズってやっぱりドライビングをするための靴として、機能が普通の靴とはちょっと違うんで、その辺を突き詰めて自分でこれを運転して試作を重ねてみたいなやりたいな。なんか既存のドライビングシューズじゃなくてね、シネマが解釈するドライビングシューズ、そうキッシュならではのやっぱ履き心地も追求してかっこよさも追求してみたいなとこやりたいな。こんな感じで今日はこのバーキン7の紹介をしました。この今ねガソリンタンクの修理とかちょっとしたものを森地の方でアップしていけたらと思いますし、この工房来てくれたお客さんぜひ僕の自慢の車を見てほしいですねゆくゆくはこの車とあと他に3台欲しいところだな。同じのを3台ってこと？そうそう、このセブンをメーカー違いとかケータハムとかいろいろあるし、エンジンがケントのエンジン1600ですけど、これがあんまりそこ詳しくないけどなんかコスワースのやつとかなんかデュラテックとかなんかあるらしいんだよ。なるほど。あとここのフェンダーがねこう一体型になってるとか、もちろん色違いとかエンジンの馬力違いとかめちゃくちゃなんかいろんなモデルがあるからちょっといろんなの乗りたいなっていうね。それはもうぜひね自分のお金でやっていただけたらね、ありがたいですけどね。そうだね。だからねちょっとまずはねこの車大事にしつつ、あと3台手に入れられるように自分のお金でね、ちょっとね自分のお金でねできるようにね、靴もね、この車もね頑張っていきたいと思いますので、頑張っていきよろしくおましょう。願いします。よろしくお願いします。それではまた。